こんにちは、Aスタイルです。私は今宮古島に来ています。今回の動画は宮古島の市場や精肉店をチェック。宮古島の新鮮な野菜や果物、宮古牛をお得に買うことができる場所をご紹介いたします。私が行く前に知っておきたかった情報など詳しくお伝えしようと思うので、ぜひ宮古島旅行の際参考にしていただけたらと思います。まず最初に、新鮮な野菜や果物を買うことができる市場など3軒ご紹介いたします。1店舗目は、ファーマーズマーケット宮古新須市場。JA 沖縄が運営する市場で、宮古島のかぼちゃや冬瓜などの特産物をはじめとした新鮮な農作物や、加工品の手作り味噌などが販売されています。太陽の恵みをいっぱい浴びた野菜はどれもとても大きくてびっくり。南国のフルーツはもちろん、夏には甘みがぎっしり詰まったマンゴーも並ぶそうです。宮古空港から車で10分かからない場所にあり、空港周辺にあるレンタカーの店からも近い場所にあるため、到着してすぐか帰る時に利用するのが動線的に良さそうです。売り場がとても広く、野菜や果物がお得に手に入るのですが、1袋の容量が少し多め。ファミリーやグループで来てる方が宮古島滞在中に食べる食材を買ったり、帰る前マンゴーなどのフルーツをお土産に買うのにおすすめです。次にご紹介する場所は島の駅宮古。新須市場より野菜売り場は小さめですが、こちらでも宮古島産の新鮮な野菜や果物が販売されています。その他お土産やお弁当、パンなども販売されていて、いろいろな食べ物が手に入ります。伊良部島に比較的近い場所にあり、宮古空港から車で約15分と観光ついでに寄りやすい場所にあるのがポイント。市場より値段は少し高い感じがしますが、食材1袋の量が少ないものもあり、カップルや夫婦が宮古島滞在中に食べる量の食材を買いやすいと思います。そしてお土産やお惣菜などのラインナップも充実しているので、野菜や果物を買わない方にもおすすめです。島の駅宮古から5分ほどの場所には、宮古島の台所、宮古島市公設市場もあります。私は午後に行ってしまったので、残念ながらほぼ終了していたのですが、朝早くには軒下にパラソルが広がり、新鮮な野菜や果物を販売してるんだそう。地元の方とコミュニケーションを取りながら買い物ができるので、朝早く来ることができれば、こちらでの買い物も楽しそうです。続いて宮古牛を買うことができる精肉店を2店舗ご紹介いたします。宮古牛は肉の柔らかさと甘い脂が特徴の黒毛和牛。あまり多く出荷されていないため、お値段は少々高めです。せっかくの旅行なので、素敵なレストランで美味しいお肉をいただくのも良いのですが、宮古牛を扱う精肉店では質の良い肉が比較的安く手に入ります。まず最初にご紹介する精肉店は中里食肉店。先ほどご紹介した公設市場の一角にあります。宮古牛だけでなく、沖縄県産のアグー豚、魚も販売しているお店で、宮古牛はステーキ、すき焼き、しゃぶしゃぶ、焼肉用など用途によってお肉が用意されています。肉の種類や量はカスタマイズできず、パックになっているものを買うスタイルです。私は14時頃来ましたが、もうほとんどお肉がありませんでした。
事前の電話予約で宮古牛が3、4種類入ってるバーベキュー用のセットを買うこともできるそうです。こちらを利用する場合は予約をするか午前中に行くことをお勧めします。次にご紹介する精肉店は肉の幸屋。宮古空港から東へ車で約10分。一番最初にご紹介した新須市場と近い場所にあるのでセットで行くのも良いと思います。市街地や観光スポットから少し離れた場所にある一軒家のお店です。普通の民家に見えるため少し入りづらいのですが、入り口は奥に入った場所にあります。宮古牛や沖縄県産のパイナップルポークだけでなく、海外産の牛肉や手作りの揚げ物まで、ご主人が美味しいと思ったものを厳選して販売しているそうです。宮古牛は珍しい希少部位もあります。私たちはおすすめされたものや食べたいものをアラカルトでオーダー。お肉の厚みや量など相談しながら買いました。気になるお値段は4790円。宮古牛やパイナップルポーク、ウインナーなどが入った5種類ほどのバーベキュー用のセットも販売していて、電話予約すると待たずに買うこともできるそうです。お店の前にはバーベキューができるようテーブルや椅子も用意されているので、買ったお肉をそのままこちらで楽しむのも良いと思います。ちなみに私たちは宿泊施設の部屋で焼肉を楽しみましたが、肉はとても柔らかくてびっくり。あっさりとした油で食べやすいお肉でした。宮古島にはバーベキューができる場所や部屋で料理ができる宿泊施設が数多くあるので、これらの施設を利用して宮古牛や宮古島の新鮮な野菜や果物を楽しむのもおすすめです。参考までに、島の駅宮古の近くにはマックスバリュー、新須市場の近くにはドン・キホーテもあります。他の食材や調味料を買いたい場合など、こちらを利用すると良いと思います。宮古島の市場や精肉店、いかがでしたでしょうか。宮古島をより楽しめると思うので、皆さんが旅行する際、ぜひ参考にしていただけたらと思います。次回の A スタイルは、宮古島に行ったら絶対に訪れたい、伊良部島、下地島のおすすめ観光スポットをご紹介いたします。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったら高評価、チャンネル登録をお願いします。